アンディミの真実に解説していただきたくと。そうか、これか、来たな。まあこれはね、もう何回か実はネットとかこういうので言ってるんで、割とさらっと触れますけれども、ですね、タケル、そうだな、あの世界っていうのはタケルが死んだらループするんですよ。わかります？この前のあれで言いましたけど、っていうか、タケルがアンディミの世界でやってて、オルタにしてもそうですけど、オルタっていうのは最後のアンディミのループですけども、あの世界でタケルが死ぬと、ループしちゃうんですね。それはなぜかというとスミカがあの世界を全ているからなんですけども、やり直しってなるわけですね。で地球からバーナード星系に行くまでっていうのは結構時間がかかるじゃないですかね。これまたこれで説明した方がいいかしら。もうちょっと画角を上にしようか。10月22日が起点になって、タケルの死というのがループの起点になるんですね。でこれが死ぬとまたこういう風になっていると。これが通常の流れです。で、これに対して、12月、あれなんか年越えてたっけ、アンリミのあれって、オルタネティブ5の活動って、ちょっとごめんうろ覚えだけど、とにかくですね、それが仮に何月だった？あれ何でもいいか。何月、例えば、10月22日にタケルが来て、何年か経ってるんだよね、あれ。もう彼が警備部隊に入ったりとか、でだからこれが2001年だっけ、2001年、タケル2001年、2000年だっけ、1、であれ2003年とかだったかな、2年か3年経ったと思うんだけど、例えば仮にだけど2003年にそのオルタネイティブ5が発動して、バーナード星系に向かったとするじゃないですか。そうするとあれなんか 9.8 光年で重力勾配工法でいってだいたい10年とか、そういう20年、20年とかでつくという、仮にじゃあ10年としましょう。10年後と、2013年ですね。2013年に、バーナードに着いたと。でそこからなんだろう、娘、ヒロインがね、ヒロインと娘さんがこう いたわけじゃないですか、ね。で星を見てあれが地球ぞよとか言ってるわけですよ、おさむらさんみたいなこととかでということは、これが喋れて会話ができて理解できるってことは推定3歳から4歳ですね、この子が。わかります？そうね、これ見たくない人はもう見ない方がいいと思う。アンリミテッドとかまだ見てないとか知りたくないっていう人はここはもうで推定3歳から4歳ってことは2006年から7年ですね。この段階で2016年から2017年だと仮定しましょう。そう相対性理論を入れちゃうとちょっと分かりづらいから、今単純にねあれしてます。高速上に近い速度で離れてるから、もっと時間が経ってるんです本当はね。でこの今見えてるこの光っていうのは、だから
単純計算で 9.8 年前なわけですね。この今見えてる光は 9.8 光年だから 9.8 年前の光だと。9年前です。だから2000何年2007年とか、2007年とか8年とか、6年とかっていうね、そういう時の地球の光が届いてるってことなんですね。ということは、ここでオルタナティブ5が発動して、ここで人類最後の決戦が起こったはずなんです。わかりますか？で、タケルがここで死んでいたら、この娘さんたちはいないわけです。ループしちゃうから。わかりますか？あ、5.9 光年か。そうか。まあまあ、それでもいいよ。5.9、5にして。うん。そうすると、5.9ね。5.9光年。うん。で、ちょっと引き算しといてね。で、そうすると、ここでもし、5年前か。5.9だから、2000、5引くから、2011年。2011年の光が届いていると。ね。で、2011年段階で、タケルが死んでいたら、この子たちはここにいないわけですよね。うん。わかります？いや、ここ、冷凍睡眠で移動してますので、冷凍睡眠で移動してるっていう状況があって、まあ、冷凍睡眠っていうのかな、低代謝なんとか、で睡眠しているので、単純に、プラスの年齢じゃないです、ここは。で、この星に生まれて、星について生まれたとしてっていうことですね。ごめん、概念の説明なんで、ちょっと細かいところは、ツッコミは、後にして、概念でまず分かるように説明してるんで、なんていうかな、ディティールの話じゃないからね。話で進まないからね、それ。で、ということはですよ、ね、相対性理論を含めたらもっとタケルは生きてるんですよ、ここで。死んでない、まあ、生きてるわけです、タケル。タケルちゃんは生きてます。で、お父さん頑張ってっつってるわけですよ、この星を見て。でも、多分このお母さんは、もうお父さん生きちゃいねえだろうなとは思ってるんです。でも、お父さんがおそらく生きてる可能性のある星の光を見せて、そのね、5.9 光年離れて届いた光のところではまだ生きてるかもしれないっていうものを見せたがいいと思って見せてるわけですね、この人はね。わかります？で、ここまではまあなんていうのかな、推論できることですよね。この状況から推察できることだと思うんです。でもこれがこのまま続いていく話は何かというとですね、あの時書いた想定を言いますよ。あの時書いた想定を言いますけど、結局ここではタケルはこういう状態になって生きてますよっていう話をしたんです。生きてはいる。生きてます。死んでません。っていう話です。生きてるな。はい、生きてますね。で、ここでね、あれなんですけど、ただ生かされている状況とね、生きているのでは意味が違うってメイヤーがね、まあエクストラの時に言ってますけれども、まあこれがまさにそういうお話でございますよ。まあこれはね、本当になんていうの、どういうつもりで書いてたのっていう質問に対して答える話なんで、
あそこの中に描かれてるものではないので、なんかそれは正解かどうかっていうのは俺はそう思って書いたけど、皆さんの中にある正解が正解よっていう話ですね。